このアニメーション、重さが全く伝わってないです。この切っ先のマーカーを見れば一目瞭然ですが、あれこれ紙でできてるのかな、ビタッと止まっていたところを、大切なのはスペーシングの広さではなくて、皆さんこんにちは、アニメーターの星です。重さが表現するのは難しいっていう風に思ったこと、誰しもがあると思います。今日はその重さにフォーカスを当てて、どうすればそれが表現できるのかっていうのを解説していこうと思います。特に SNS でよく見るんですけれども、某人気作品の大きな剣を振り回すというアニメーションに挑戦されている方がかなりたくさん見かけます。ただそれをアニメーションのデモリールの中に入れていくと考えると、あのゲームの動きというのはそもそもかなりデフォルメされた動きですし、それをそのままコピーするっていうのも実はあまりいいとは僕は思えないんです。で、重さがそこに表現されてるかっていう観点で見たときに、かなり間違いを犯しているパターンが多いなと。なので今回は私がよくある間違いパターンを詰め込んだその大きな剣のアクションというのをアニメーションで作ってみましたので、まずはそちらをご覧ください。ではアニメーションを再生していきます。はい、こんな感じです。実際にこのアニメーション、重さが全く伝わってないです。これはなぜなのかっていうのは、この剣の切っ先のスペーシングを見ながら解説していきます。はい、それでは剣の切っ先に印をつけてみたので、これを追ってみましょう。はい。この切っ先のマーカーを見れば一目瞭然ですが、このアークがバラバラなのが分かってきます。これがよくあるパターンのまず1つ目。例えばこのスペーシング、59フレーム目から始まります。59、60、61、62。ここまでの加速度はとても綺麗ですね。ここから徐々にスピードが上がっていってるというのが伝わります。ただ次のスペーシングの間隔が前回の間隔よりもやや狭くなっているので急減速している、と思ったら、次のフレームでは今度は急加速をして、また加速をして、次は減速をして、加速をして、こういうふうに切っ先の動きに一貫性がない。そして2つ目のよくある間違いが、一番威力を持たせたいズドーンというところ、ここのスペーシングが急に広くなりすぎているっていうところです。このアニメーションでもこの後69フレーム、70フレーム、71、ここまではまあいいでしょう。ところが72フレームに行くときにここで急にスポーンと飛びます。そして73フレームでさらにスポーンといったと思えば、この後はビタッと止まっている。ではこのアニメーションに重さが伝わるような工夫を施した、改善版も作ってみたので、今度はそっちのアニメーションを見ていこうと思います。はい、こっちの改善版の方がはるかに重みが感じられると思います。その違いは何なのかというと、これも剣の切っ先にマークをつけてみましたので、まずはそれを見ていきましょう。63フレーム目からスタートしたとして切っ先を見ていくと、さっきのとは違って一貫性のある加速を描いています。少しずつ加速をして94フレーム目にあるここのインパクト、ズドーンと衝撃が感じられるとここに向けて加速度を調整していってますね。そしてその後、前回のアニメーションではビタッと止まっていたところを今回のところではバウンドしています。この重みがまるで跳ね返ってくるかのようにバウンド、そしてそれが2回バウンド、そして細かい3回目のバウンドまで含まれていると。この2本のアニメーションを比べた時に、重さを表現するために一番何が違ったのかというと、これは動き出し方と、そして止まり方。重さの表現に大切なのはスペーシングの広さではなくて、ここに感性が乗っているかどうかっていうのが最も大事なことです。重たければ重たいほど動きにくく、そして止まりにくいという。で、この感性の法則がアニメーションの中で表現されていれば、自然とそれが
重みを感じさせるポイントになります。そしてもう一つ、このドーンと切った後のインパクト、ここにも大きな違いがありました。強い力、エネルギーがこの一撃に加わっているんですが、それと同時に地面から反発するさらに巨大なエネルギーも実はこの中にはあるんですね。そのエネルギーとエネルギーのぶつかり合い、そして弱い方がやっぱり反発してしまう。地面をドーンと切った場合には反発するのは剣の方なはずなんですね。逆にピタッと止めてしまうと、あれこれ紙でできてるのかなとか、めちゃくちゃ軽い素材なんじゃないかって思ってしまうようなアニメーションになりかねないので、ここも注意が必要です。このアニメーションを作るにあたってですね、僕自身が重たい三脚と、そしてめちゃめちゃ軽い三脚で、この2つを家の庭で振ってみた映像があるので、これも見ながらですね、実際の映像と照らし合わせてみようと思います。でこの映像を見て分かる通り、こちら左側が軽いものを持って撮影しておりますが、この手に注目してみてください。すると95フレームでインパクト、その後ほぼ動いてないのが分かると思います。この棒自体もですね、先っぽはプラプラと曲がりつつもピタッと止まっている。これはなぜかというと、もちろん軽いからなんですね。じゃあ重たい方はどんな動きをしているのかというと、インパクトの後にウォーンと跳ね返りがあるんですね。今回のリファレンス動画では自分の家にあった三脚を使いましたが、体験と三脚じゃやっぱり重さは全然違うと。本当に重たいものでもバウンドしてしまうのかっていうのはなかなかイメージしづらいと思います。今回はそんなリファレンスをいろいろ探してですね、 YouTube の中でとんでもなく重たいものを地面に向かって打ち下ろす、そんな継承しているものを見つけましたので、その動画を見ながらですね、果たしてどのぐらいバウンドしているのかっていうのを見ていこうと思います。まずはこちらですね。この鉄の塊の拳をですね、めちゃめちゃ高いところから打ち下ろしていきます。これがどうなるのか見ていきましょう。はい、この動画を見ても分かる通りですね、高いところから落とされたこのめちゃめちゃ重い拳、ここにもちろんとんでもなく重たい巨大なエネルギーが発生しています。このエネルギーは地面に衝突すると、土煙を見れば分かるように上から来たエネルギーが四方に爆散するんですね。爆散して、でも同時に下からの反発力もここで加わります。そうすることで結果としては、めちゃめちゃ重たい鉄の塊が数十メートルの高さから落とされたとしても、やっぱり少し跳ね返りがあるっていうのがわかるかと思います。はい、次の例に行きましょう。これはめちゃめちゃ巨大な斧を地面に向かって打ち下ろしてどんな破壊力があるのかという検証をする動画です。はい、これも非常に面白いですね。まず注目すべき点はこの根元ですね。絶対に動かないようにここは固定してあるんです。固定しているにもかかわらず、ドーンという衝撃の後にわずかに打ち上がるんですね。違うアングルから見てもやっぱりインパクトがあった後にわずかにバウンドして打ち上がっていると。そして最後の例は再現しうる限りで最も近いリファレンスになるかと思います。実際にですね、超巨大な剣を作ってみて、しかも鉄製のめちゃめちゃ重い剣、それをムキムキマッチョの人たちが振り回すという映像です。こちらもご覧ください。
はい、このリファレンス映像からも分かる通り、やっぱり切っ先の動きっていうのは非常に一貫性が取れた動きなのが分かると思います。そして徐々にスペーシングが広がっていってインパクトと。インパクトの後は反発力を受けて剣が動く。次はこの男性の上半身に注目してみてください。剣がインパクトした後、急にガクンと男性が動いているのが分かると思います。ガクンと。つまりはインパクトした後、剣だけでこの重さが現れるんではなく、この剣の巨大なエネルギーとそれを反発するさらに巨大なエネルギー、この衝突した衝撃っていうのは後々に剣を伝って腕を伝い体全身に吸収されると。だから上半身までぐらっと持っていかれるようになるんですね。これを別の動きを見てみましょう。でここでも対象物に向かって剣をズバッと見事に両断するんですが、ここの上半身にも注目です。切って地面に切っ先がついた後、ぐらっとここでこの巨大なエネルギーの衝突が剣を伝って体に伝わってくると。でこういうところまでが表現できると、さらに重さの説得力が出てくると思います。重さっていうのはアニメーションにおいては最も大事な部分です。これがうまく再現できるかどうかでアニメーションの信頼性が大きく変わります。重たければ重たいものほど動き出しにくく、そして止まりづらい、この感性、この表現を通してですね、私たちが意図する重さを表現できるように、これからのアニメーションに取り入れてみてください。それではアニメーターの星でした。実際のところどれだけ現実っぽく重さを見せるかっていうところと、その作品としての演出っていうところがあって、その兼ね合いもまた難しいところではありますね。ただそれは作品として一本作り上げていく中で、演出を入れていくのはもちろんあるんだけれども、これがデモリールとかになると、演出だからっていうのはまたちょっと違うかなという気がしています。でも私は好みとしてはこの重さの表現をカメラシェイクとかエフェクトとかそういうのがなしで伝わるものをまず作るっていう方が、好きだなっていう、それがねごまかしに見えちゃうんですよね。それが良くない。やっぱ相乗効果であるべきだと思うので、なのでこのアニメーションだけで伝えるっていうのは大事なのかなと思ってます。